最後の問題、こちらですね。かとこちゃんが出てきましたね。はい。ネトラジという朝活番組やってるんですけど、そこでも出た問題です。いきます。日本国内において、電波の公平かつ能率的な利用を確保するために、周波数の割り当てや免許の交付を管理している行政機関はどこでしょうか？ A、経済産業省、B、総務省、C、デジタル庁、D、国土交通省となっています。皆さん知ってますか？電波を割り当てたり、免許を交付したりしている行政機関はどこですか？っていう問題ですね。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。はい、大正解です。総務省ですね。はい、総務省が電波を割り当てたり、免許の交付をしていたりします。無線を勉強し始めると結構無線って難しいと思うので、大前提から話していこうと思います。この問題では無線についてのお話です。まずは電波の全体像というところから話をしていこうと思います。まずこちらから見ていただきたいんですけど、私たちの生活って、スマホとか、ラジオとか、いろんな電波が飛び交ってますよね。で、ここで意識してほしいのは、電波って公共の資源っていうことです。これは土地と同じで、誰でも好き勝手に電波を使ってしまうと大変ですよねと。でもしルールがなかったら、同じ周波数を複数の人が同時に使ってしまうとか、すると混信が起きたりとか、あとは干渉とか、様々な問題が発生してしまいます。なので電波はみんなで使うので、ルールを守って使う必要がありますよねということになっていきます。そこでルールを取り仕切っているのが日本だと総務省ですね。世界的には ITU って言われるような組織があったりするんですけど、どの用途にどの周波数帯を使うのかっていうのをこういった、日本だと総務省が決めてますということになってます。じゃあ実際に総務省が決定している電波の割り当てっていうのがこちらの表に書いている通りです。例えば無線 LAN の 2.4GHz 帯の通信は UHF を使いましょうとかですね。無線 LAN の 5GHz 帯、あとは 6GHz 帯の通信はマイクロ波の範囲を使いましょうとか、そういったところを総務省が決めています。はい。まず、電波っていろんなものがあるんですけど、用途に応じて使える範囲を日本だと総務省が決めてますよっていうイメージ、皆さんついたと思います。大丈夫ですよね。はい。じゃあ、早速ちょっと実際、出題された問題に挑戦してみていただこうと思います。はい、問題こちらです。令和5年度春の問い2ですね。高速無線通信で使われている多重化方式であり、データ信号を複数のサブキャリアに分割し、各サブキャリアが互いに干渉しないように配置する方式はどれですかという問題です。あ、CCK、い、CDM、う、OFDM、え、TDM となっております。あ、いう、えでお答えください。はい、皆さん大正解です。う、OFDM が正解ですね。はい。これ結構無線勉強したことない方からすると、もうさっぱりわかんないと思うんですよね。あとは、勉強した方も実は OFDM ってよくわかんないけど、なんとなく OFDM かなって選んだ方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。私がそうだったんで。はい。なので今回はこの問題の内容をできるだけちょっと詳しく説明していこうかなと思います。まずはデータ信号を複数のサブキャリアに分割するっていうところからスタートしていこうかなと思います。こちら先ほど見ていただいた電波の割り当ての表ですよね。で、今回無線 LAN の 2.4GHz 帯に注目してお話ししていこうと思います。2.4GHz 帯って UHF の中のこのあたりを使っているんですよね。というのは、ここが 300MHz で、ここが 3GHz なので、2.4 って、このあたりですかね。大体のでつけてますけど。
はい。なので、いっぱいある UHF の中の、ここのあたりを使っているのが無線 LAN の 2.4GHz 帯ですよというところを指しています。はい。じゃあこの 2.4GHz 帯の中身がどんな風になっているのかっていうのをさらに解像度を高めていくとこんな風になっています。はい。2.4GHz 帯って1チャンネルから13チャンネルまでのレーンが用意されていますと。はい。これも無線 LAN 勉強すると聞いたことあると思います。で、この1チャンネルとか2チャンネルって実は若干周波数が違って、例えば1チャンネルであれば2412とか、2チャンネルだったら2417とか、若干周波数帯が違うんですよね。はい。なので、意識していただきたいのは、2.4GHz 帯っていうと、なんか 2.4GHz っていう電波を使ってるような気がするんですけど、あくまでも 2.4GHz 帯なので、様々なチャンネルがその中には用意されていて、少しずつ周波数帯が違うんですよというところをまずはご理解いただきたいです。はい。いいですかね。2.4GHz 帯があって、13チャンネルに分かれていて、少しずつ実は周波数帯が違うんですよという話をしました。じゃあ、この中からさらにですね、7チャンネル。はい。真ん中にある7チャンネルをさらに見ていくと、ここがちょっと面白いポイントなんですけど、実はチャンネルの中にもサブキャリアっていう細い道がまた存在しているんですよ。で、サブキャリアと呼ばれるたくさんの、小さな電波に分けて、その電波でデータを分散させて運ぶということで、データを効率よく運ぶということをやっています。はい。効率よく運ぶってどういうことを言ってるかというと、例えば、一つのサブキャリアにノイズが走ってしまったとしても、他のサブキャリアで通信することができればデータを送ることができるとか、そういったところで効率よく通信することができていたりします。はい。まとめると、2.4GHz 帯の中にまず複数チャンネルがあります。はい。で、各チャンネルごとに周波数帯は違います。さらにそのチャンネルの中でもサブキャリアって言われるような小さな波に分かれていますよと。で、その小さな波ごとにデータを送っているんですと。はい。こんな風にどんどん細かくなっていくイメージを持っていただければ、サブキャリアっていうイメージもつくんじゃないかなと思います。じゃあもう一度問題見ていただくと、データ信号を複数のサブキャリアに分割し、ってイメージきっと皆さんできましたよね。じゃあ次にこの多重化方式って何かっていうと、多重化っていうのは、一つの通信経路を複数のデータが共有することです。なのでチャンネルの中に各サブキャリアありますよってお伝えしましたけど、各サブキャリアが一つの通信路をみんなで共有して使う。それが多重化方式ですね。じゃあどうやって共有するのかっていうのが、ここでは問われている OFDM っていう方法です。で、OFDM を利用すると、サブキャリアがお互い干渉しないように配置することができて、みんなで一本の通信経路をサブキャリアが使うことができるということになっていますね。はい。イメージとしてはですね、こんなイメージですね。これ私は勝手に作ってるイメージなので、なんか厳密な説明と合ってるかどうか不安なんですけど、私はこんなイメージ持ってますっていうところをちょっとお伝えすると、サブキャリアの中でも周波数ってもちろんちょっと違うんですよね。なのでサブキャリアの中で低い周波数のバスの低い歌手ですね。と中くらいの歌手のテノールの歌手とか、高音で歌うソプラノの歌手みたいな、そんな役割で分かれると思ってください。で、それぞれの歌手は指揮者のタイミング、合図に合わせて、タイミングをですね、うまく測ってデータを送ります。で、この時にいいのは、それぞれの歌手って音域ですね、周波数が違うので、そのデータを受け取る人も誰が何を言ってるのかっていうのが分かりやすいですよね。はい。このように誰がどんな周波数で歌ってるっていうのを区別することで相手に届けやすくするっていうのがまず工夫の一つです。で、さらに、このみんなが好き勝手に伝えてしまうと、やっぱり渾身してしまうので、指揮者のような存在の人が、誰がこのタイミングで歌っていいですよみたいなタイミングも制御してあげます。そうすると、音が混ざってしまっても、タイミングをうまく切り分けてあげれば、受信側でも誰が何を言っているのかっていうのをうまく抽出することができるようになります。
このように OFDM を使ってあげると、サブキャリア同士がお互いに干渉しないように、うまくタイミングを測って通信することができるということになっています。はい。最初にお伝えしたように、ちょっとこの例って私が勝手に考えた例なので、実際そんなことないよっていうご意見もあるかもしれませんけど、イメージとしては大きく間違えてないと思うので、参考程度に捉えていただければなと思います。ちょっといろいろお話ししましたけども、OFDM ってサブキャリアの中で、役割を分けて、利用する電波が混信しないように、タイミングを測ってみんなで送るようなイメージで取っておいていただければなと思います。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。